It is a big question, and I want to highlight, I guess maybe one facet of this is the tension, I call it. I live in this, this dichotomy between happiness that a young woman can look at Christina and just physicalize her passion or her interest, or even if it's not something she wants to do, she can just be like girl power, and that's awesome. And that young brown boys and girls can look at me and go, hey, he looks like me and he's doing what? And that's great. I love that. But I also hope we are pushing the other direction, that one day we don't have to talk about these first, that one day this is just, and I listen to this, that this is the human history. It's about human history. It's the story of humanity, not black history, not women's history, but that it becomes human history. 通勤通学中の皆様、おはようございます。プクタン世界時事ニュースの時間です。さあ、本日はですね、アルテミス計画からの話題になります。現在ですね、絶賛ね、宇宙を飛んでおります。このアルテミス2計画になりますが、ここのね、一人の黒人クルーの発言というのが現在大変注目されているんですね。この人物、かなりの人格者のようで、非常に素晴らしい発言と言われている一方、一部ね、活動家界隈では反発もあるということで、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学とともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題ですが、ちょっとですね、本日、花粉症結構来てます。本日はですね、鼻詰まりを起こしておりまして、喋りにくい。もしかしたらお聞き苦しいかもしれませんが、ご了承いただけたらと思います。魚もね、鼻が詰まるということで、こんな日もあるんですね。ということで、現在ですね、絶賛宇宙を飛んでおります。今ちょうど折り返したくらいになるんですかね。このアルテミス2計画。皆さんもね、ある程度は内容ご存知なんじゃないかなと思いますが、ここのね、一人の黒人の乗組員の発言。これがですね、現在大変注目されています。もうとにかくその内容が素晴らしいと。あまりにも人格者だということで、いい意味でね、話題になっているんですね。そうしますと当然ですね、あちら界隈ですね、活動家界隈は、ふざけるなと。これに対してね、反発するなんていう動きもありますので、今日はね、彼が一体どういった発言をしたのか、そのあたりを中心に見ていきたいと思います。まずは、以前もね、少し触れましたが、このアルテミス2計画というのは一体何なのか。NASA は半世紀ぶりとなる世界初のクルー月探査ミッションで4人の宇宙飛行士を打ち上げた。ということで早速ですが、こちらですね、クルーとあります。こちらが本日のキーワードになります。クルー。特に船や航空機などで働き、運航に関わる人々を含む共に働く人々の集団。ということでこちらね、クルーというのはもう皆さんね、ご存知でしょう。これ日本語でも言いますよね。クルー。つまり乗組員のことです。そして今回ね、この後ろに ED がついて、過去分詞形になりますと、これがですね、クルーが乗っている。つまり友人という意味になるんですね。で、同じ友人という意味では、こちらですね。manned というね、こちらの単語も使われるんですが、これね、昨今の、いわゆるジェンダーインクルーシブと言われますが、この観点から、オフィシャルな場面では、ちょっとね、避けられる傾向にあるんですね。なぜならここにね、man と入ってしまっているから。今、英語っていうのはね、この man というのを言わないという流れにあるものですから、これね、避けられるんですよ。警官のことをポリスメンってもう言わないでしょ。ポリスオフィサーって言うんですね。なので、同じ友人でもこちら、生物を問わない言い方ですね。クルーで。これが使われるということです。普通にね、一般的な会話の中ではこちら全く問題ないですよ。なんだけど、オフィシャルな場であったりすると、こちらが選ばれる傾向にあるということになります。ということで、こちらは、NASA は半世紀ぶりとなる世界初の有人月探査ミッションで4人の宇宙飛行士を打ち上げた。ということでね、こちらがね、今回のアルテミス2計画になるんですが、これは10日間のミッションとなっておりまして、NASA のリード・ワイズマン、ビクター・グローバー、クリスティーナ・コック、そしてカナダのジェレミー・ハンセン、この4人が登場しています。で、今回はね、月に着陸するわけではなくって、月の裏側をね、ぐるっと回って地球に帰ってくる。こういった周回ミッションになっています。で、前回のアルテミス計画が無人飛行で、今回のアルテミス2計画が有人飛行というわけなんですね。そしてね、日本の方にとっては、こちらね、トリビューになりますが、このアルテミスがセーラームーンをオマージュしてるんじゃないかと、こんな話もあります。それがね、こちらで指摘されておりまして、エビさんですね。竹内直子先生。これセーラームーンの原作者ですね。夫がね、富樫義弘という、すごい夫婦ですが、NASA の管制室にアルテミスのぬいぐるみが置いてあるし、セーラームーングッズをつけたおじさんが、現在世界に生中継されてますと。いうことで、ここですね、このね、アルテミス打ち上げのこの管制室に、セーラームーンの猫、アルテミスのぬいぐるみが置いてあると、そしてこちらの方も指摘しているんですが、ぬいぐるみを置いたのはおそらく、アルテミス2のリードキャップコムを務めるスタンリー・ G ・ラブ宇宙飛行士でしょう。セーラームーンのネックストラップも着用しているし、アニメファンとしても知られていますということでね、こちらの方のようですが、ここ確かにね、セーラームーンのストラップつけてるんですね。これですね。
一部のファンは新世代の科学者やエンジニアに対するポップカルチャーの影響を反映しているのではないかと指摘。ある SNS ユーザーは、今 NASA にいるのは誰だと思う？セーラームーンやガンダムを見て育った世代だよと投稿し、別のユーザーはアルテミス計画とキャラクターの名前の関連性について言及した。 NASA のアルテミス計画自体は月の女神であり、アポロの双子の妹であるギリシャ神話のアルテミスにちなんで名付けられており、1972年に最後に人類を月面に送り込んだアポロ計画を参照している。ということでね、一応今回はね、このセーラームーンのアルテミスから名付けられたと言ってるわけではなくって、どちらかというとね、名前が同じだったので、アニメファンがね、ここにこのぬいぐるみを持ち込んでおいていた。こういうことなんでしょうね。そしてね、今回大変話題になっているのがこちらの人物でして、この人はですね、ビクター・グローバーさんで、記者からね、この計画で月を訪れる最初の黒人になることについてどう思うか聞かれるんですね。ここでね、わざわざ肌の色を持ち出す、この記者もどうかと思いますが、こういった質問をされたというんです。そしてここでの回答が、現在ネットでね、大変称賛されているんですね。それがね、こちら、ビクター・J・グローバー・ジュニア。この人はですね、1976年生まれ、現在49歳ですね。2013年に NASA に選抜されたアメリカ海軍出身の宇宙飛行士です。で、彼はですね、またこちらもね、偶然なんですが、日本にゆかりがあり、厚木基地に配属されていたそうですね。なので、つまり、神奈川に住んでいたということになるんでしょうか。で、今回彼はですね、肌の色についてね、聞かれるわけですが、これはね、黒人の歴史でもなければ、女性の歴史でもないんだと。そして、こういった話をしなくて済むような世界になることを私は願っていますと、このように言ったというんです。It is a big question, and I want to highlight, I guess, maybe one facet of this is the tension, I call it. I live in this, this dichotomy between happiness that a young woman can look at Christina and just physicalize her passion or her interest, or even if it's not something she wants to do, she can just be like girl power, and that's awesome. And that young brown boys and girls can look at me and go, hey, he looks like me and he's doing what? And that's great. I love that. But I also hope we are pushing the other direction, that one day we don't have to talk about these first, that one day this is just, and listen to this, that this is the human history. It's about human history. It's the story of humanity, not black history, not women's history, but that it becomes human history. まさにその通りだ。ビクター・グローバーは本当のリーダーシップと物の見方とは何かを示した。宇宙での偉業は肌の色で分けるものではない。人類全体を前進させるものだ。アルテミス2のクルー全員を誇りに思う。これは興味深い。というのも、以前 NASA はこのミッションを初の有色人種と女性が月に行くという点を前面に押し出していたからだ。多くの記者もそれを覚えていたはずだが、それに対するビクターの返答はとてもいいと思う。本当に見事な発言だ。共産主義の左派はアイデンティティポリティクスや DI に反対するグローバーのことを嫌うに違いない。これね、ちょっと割と本当だったりするんで、後ほど見ますね。愚かなフェイクニュースの記者たちは、ビクター・グローバーがアルテミス2ミッションに参加しているのは黒人だからだと思っている。彼の妻はグローバーと一緒に働いたことがあり、彼は優れた宇宙飛行士であるだけでなく、人格者のキリスト教徒でもあると言っている。ということで、ここでね、クリスチャンというワード出てきましたが、これ本当でして、かなり熱心なクリスチャンなんですね。なので彼はね、この他にも様々な発言をしているんですが、これらはね、その信仰に基づいていると、こういうことなんだと思います。で、これらの発言はですね、様々な記事になってるんですが、こちらもそうですね。これちょっとね、その一例ご紹介しますね。彼がね、いかに人格者なのかというのが、これでわかるんじゃないかなと思います。あなたが私たちと話をしているのは、私たちが地球から遠く離れた宇宙船に乗っているからでしょう。でも、あなたたちも地球という宇宙船に乗っているんです。それはこの宇宙で私たちが生きる場所として作られたものなんです。私たちがあなたたちから離れているから私たちのやっていることが特別に思えるかもしれない。でも私たちから見ても距離は同じなんです。だから伝えたい。信じてほしい。あなたたちも特別なんです。ということでどうですか？これ入念に準備されたスピーチじゃないですからね。4月4日にね CBS がインタビューを行ったんですが、その中の一場面です。で、この他にもね、様々な発言をしておりまして、彼のその信仰というか人間性、信念みたいなのがね、本当によくわかるんじゃないかなと思います。なんですが、これはね、黒人とか女性の話じゃなくって、人類の話なんですよ。こんなこと言うとは何事かということで、これらの擁護活動家らが、このビクター・グローバーを批判しています。He could have said, yes, this is a celebration not only of black history, not only of women's history, but of human history. It encompasses all. I don't know if he was caught off guard, or maybe he didn't just have time to think about it. Some in the comments saying he's appeasing, not trying to get canceled, not trying to be taken off because of anti-DI policies by the Trump administration. Whatever the case may be, we've got to stop operating from a position of fear. We've got to stop acting like we're scared of white people.
この人もそうですが、ここね、まさに先ほどの書いてあるんですね。これは黒人の歴史や女性の歴史ではなく、人類の歴史として祝われるべきだと述べたと。そしてこれに対してこの彼はね、あいつら俺たちを差別するのに、なんてことを言うんだ。これは黒人の歴史であり、女性の歴史なんだと。このように痛烈に批判しています。はい、ということで本日はですね、現在宇宙を飛んでおります、アルテミス2のクルー、ビクター・グローバーの発言が大変注目されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。このね、ビクター・グローバーさんの話、どこまで行ってもね、正論なんじゃないかなと思いますが、結局これに対してもね、批判というのはやっぱり出るもんなんですね。一部界隈からはね、めちゃくちゃ叩かれているということなんですが、多くの方がね、これに賛同しているというような状況。現在ですね、彼らは地球から最も離れた場所へ行った人類として記録を更新しているそうですね。現在ね、折り返しているということですので、無事に帰ってきていただきたいものです。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。